失い、奪われ。天を仰ぐ悪魔。あなたの夢は叶いそうですか？今宵は白煙の時代に革命の道を切り開いた若き天才を描きます。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はタミヤ製、ヤマハ、TZ250M を製作しますよ。1994年小原田哲也がかけた美しきマシン。WGP 時代の激戦を思い起こすシルエットに心を奪われます。シートカウルの存在があり続けたこの姿。人生初めてのバイクキット。スケールモデルであってもまるっきり違うジャンルに思えます。このキットは1994年に発売。当時の価格は1800円とのこと。おなじみのタミヤ様のキットであるにもかかわらず、いつもとは違うランナー群の雰囲気に飲まれてしまいます。タイヤなんて見たこともない大きさに戸惑います。なんかバネも入ってるし違う星に来た気分。デカールは残念ながら退職していますが、新しいふわふわとした予感に気分も晴れやか。説明書は模型業界伝統の開業のない説明文。開くと鼻から異次元の世界に飛び込んだ気分。想像以上に部品数は多くて、工程も複雑な感じがします。カーモデルとは違いどこで手を抜くのかわからないですね。箱の底には社外デカールも同封してくださっていました。純正デカールの悩みなんてちっとけな通過点でした。アッパーカウルとロアカウル。この形状を2分割で完結させた素晴らしい技術。これぞプラモデルと言わんばかりの物量。成型色は美しいメタリックブルーで染め上げられています。ランナーからカウルを分離するのも少しこわごわ。こんなに深い形状でも金型から理系できるのは本当に素晴らしい。アッパーカウルも複雑な形状をしているので補強のランナーをカットするのにも気を使いますね。でっかいホイール。なのに2つしかないことが変な感じ。キャブレター。鋭いスラント形状が模型映えします。派手なラウンドラジーター。少々バリがございますが私は全く気にしません。フェンダーは合わせ目消し必須ですね。めんどくせえ。美しいメッキパーツ。ワークスマシンの複雑な形状。願わくばもうしばし眺めさせてください。タンクのエッジが雑だったので少々鳴らしておきましょう。ここでお菓子タイム。珍しいグミがあったのでありがたくいただきます。グミを主食にできるくらい好きなんですよね。少々見た目があれですね。土を掘り返したら大量に出てくる虫の玉。合わせ目消しという拷問の時間。めんどくさい。やりたくない。失敗したらどうしよう。常にネガティブ思想に溺れる時間の始まり。なんだか自分に鞭を打っているようで恍惚としてしまいますよね。いつもの黒ランナーの様子とは違い、説明書がないと戸惑うパーツばかり。今回は身の程をわきまえた製作手順を踏んでございます。制作の合間にも作業部屋を片付けたりで動き回っております。こうやって制作後の説明書などはファイルに閉じて保管。毎
毎回ペラペラとページをめくって思い出にふける無駄な時間。娘がパンパンに膨れ上がったシール帳をホクホクと眺めている気持ちがわかる気がします。12分の1。また作りたくなってきましたね。文明の力。いつまでもウホウホと棍棒を振り回してる私ではないのでございます。アッパーカウルに目立つパーティングラインがあるので要注意。こんな複雑で面倒な箇所もハイテクの導入で一撃。ぐにゅっと接着剤のはみ出しが足りなかったので心配でしたがうまくいったようですね。なんて明るい早朝の休日。3000ケルビンの光が私の寝不足の目を刺激します。大都会に慣れ親しんだ視聴者様からしたら発展途上国かと思える駅を経由してお出かけ。30分に1本の列車。今日はでっかい娘がスイーツ屋を探索したいというのでお付き合い。電車ってたまにしか乗らないので異様にワクワクしますよね。いや、いつ見ても辺境の地すぎて草。最近やけにパーツを落とすんですよね。その度に床を這いずり回る。シネマティックを目指した映像との対比は鮮烈。まるで支柱引き回しの系でございます。部屋の中でなくしたのだから必ず見つかるだろうと思いながらいつも創作しています。サスペンションを固定するスプリングシート。こんな重要なパーツに限ってどこかに飛んでいくのはきっと国の陰謀ですね。そしてまたお菓子タイム。一度食べ始めたら止まらない禁断の果実。お世話になっている歯医者さんのお姉さんに怒られてしまいますね。今はほとんど見ることも少なくなった2ストローク V 型2気筒エンジン。コンパクトなエンジンから想像もできないエネルギーを出力します。若い頃はバラすまで理解できなかった構造。エンジンオイルで満たされていることが内燃機関の常識と思い込んでいました。ガソリンとオイルを混合させてそのままエンジン内部を通りながら潤滑と燃焼を同時に行う。鋭い性能には常に焼き付きが表裏一体な存在。そのミステリアスな構造に、私の歪な性癖をくすぐるには十分な魅力でございました。裏打ちしたカウル。カーモデルとは違いこの工程が正しいのかまだわかりません。バイクのカウルは覗き込んだら裏が見えてしまうのでいつもの適当塗りは通用しない予感。現在世界的な原材料不足により塗料関係の調達が不安定とのこと。必要な塗料を買いに行って在庫があることのありがたさ。今のところ通常の塗料は品切れを起こしていないようですが、模型の継続が困難になるような世の中にならないことを願います。そして今回のメインカラーがこちら。GX メタルブルー。きめ細かなメタリックがとても美しいと聞き購入に至りました。そして奇跡的に店舗に残っていたガイアノーツのメタリックマスター。この高級感のあるパッケージに娘も興味津々。高級感ある。希釈率はお得意の1対2。なんとなく隠蔽力が知りたかったのでサフなしで塗ってみます。娘が辺境の地から電車で移動できるよう練習中。ここは私があなたの年の頃なんてスラム街みたいなものでした。開かない踏切。
排ガスが高化学スモッグとなり追う空。あの頃の雑踏とした街並み。綺麗ではなかったけれど、街そのものが熱を持っていた気がします。あの薄く白んだ空の下にしかなかった何かを時々思い出してしまいます。このキットで唯一の塗り分けはこの箇所だけです。メタリックブルーとホワイトの境界線。何も目印になるラインは用意されておらず勘に頼ることになります。なんとなくこのダクトの角度に合わせてラインを引いてみましょう。頂上の隠蔽力だったメタリックブルーに次の色が入る準備ができました。白の隠蔽力では一番信頼できるアルティメットホワイト。こんなにも美しいメッキを剥がしてまで塗装をしたがるモデラー様もいらっしゃいますが、私は手を抜けるところはとことん楽をするのが理念。普段は仮組みはおろか歪みチェックもろくにしないのですが、初めてのバイクキットに少々ビビっているようですね。メッキのパーツはランナーから切り取ったゲート跡の処理をどうするかが問題。私は適当なシルバーをちょんと塗ってしまうだけですけどね。20ミリにもなる長いビス。なかなかプラモデルでこのサイズを使うことは少ないですよね。同封されていたドライバーはマグネットタイプで便利でした。塗り分けは無事完了。厚塗りすることもなかったので境界線の段差を鳴らすこともございませんでした。バイクキットの面倒な箇所が徐々に分かってきました。デカールを貼るときにバランスを考えると一度カウルを搭載状態にしないといけないんですよね。この作業が本当に億劫でつけたり外したり、次第に難易度の高さが浮き彫りになってきました。久しぶりに見たモスバーカー。こっちにはマクドナルド。シェイクとポテトがあれば晩ご飯にできる自信がございます。サンマルクカフェっていつもマルクス主義を連想しちゃうんですよね。これはやばい。こんなところうろついていたら糖尿病町ぐら間違いなしですね。マカロンが自販機で販売しているのを娘が興奮気味で撮影していました。私は小さなマカロンが900円超えなことに興奮していました。ここまで来ると完全にインスタ映えを狙えますね。実際食べてみたかったのですが友達と来た時の楽しみにとっておくそうです。子供の頃にここでよく食事をしていました。まだ営業しているとは。しかも結構繁盛しているようで驚きでございます。サンプルが昭和のクオリティで止まっているのがまたそそられます。純正のメインデカール。こちらも変色で使い物になりませんが車外デカールが多用しているので心配無用。この車外デカールも現在は廃盤で貴重なものだと思われます。この失敗は許されないプレッシャーがとても心地よいですね。比較してみると余白部分が変色してしまうようですね。もしかしたら数日の天日干しでマシになるかもですが、きっと水につけた途端にボロボロになる未来がにじみ出てございます。1994年、2ストロークに 150cc が世界で鋭く吠えていた時代。このマシンはその頂点へ挑むために生まれたファクトリーマシンでした。点火マップの改良、シリンダーポートの見直し、さらに薄型タンクや空力改善が施され、マシンはより鋭く、より扱いやすく進化しました。エンジンは 249cc、水冷ツースト V 型2気筒、およそ80馬力近い出力を100キロにも満たない軽量車体へ叩き込む。その加速はまるで爆発でした。電子制御が当たり前ではなかった時代、
ライダーはバレルリアタイヤを体で押さえ込みコーナーへ滑り込ませる。だからこそ、この時代のレーシングマシンには、人間が操っている感触が濃く残っています。乾いた排気音、焼けたチャンバーの匂い、そしてコーナー立ち上がりで一気に弾けるパワー。KZ に 150M は、2ストローク GP 時代の狂気と美しさを、今も静かに語り続けています。WGP のパドックには静かな悪魔がいました。人々は彼をクールデビルと呼びました。感情は上げない。無駄に語らない。けれどひとたびヘルメットをかぶれば、誰より鋭く、誰より危うく速かった。ライダーは原田哲也。1993年に世界 GP250cc クラスへ本格参戦。開幕戦でいきなり勝利を飾り世界を驚かせます。親友の若井信行を失うという耐え難い悲しみを抱えながらも、彼は走ることを止めませんでした。そして最終戦、スペイン、ハラマサーキット。張り詰めた空気の中、原田哲也は勝利し、日本人として16年ぶりとなる 250cc 世界王者へたどり着きます。危険なほど繊細で、息を飲むほど滑らか。やがて彼は、世界 GP250cc クラスにおける通算17勝、表彰台55回という日本人最多勝を記録します。イタリアでは英雄のように愛され、サーキットには哲也の名を叫ぶ声が響いていました。あの乾いたエキゾーストノートを聞くたび、今もどこかでクールデビルは静かにバイクを寝かせている気がするのです。大きな屋根がついただけで昔から何も変わらない風景。大きく変わったことは人の往来が爆発的に増えたことくらいでしょうか。少し枝道に入り込み、時間的にもまだ活気づくには早い商店の並びの端に、ひっそりと佇むのは猫カフェ。娘への今後の遊びリストに含まれたようです。でもあなた、猫なんてお家にいるんじゃなくて。ほらほら。こんなところに数千年生きた魔女の使い魔がいますよ。何の因果か保護猫センターで出会ってから私の家に来たんですよね。うっかり野良猫認定されて収容所送りになったドジっ子さん。数千年生きてもちょっとした油断で人生何があるかわからないですね。私のお家にいる間だけでものんびり暮らしてね。デカールが完全に乾ききってシルバリングの片鱗さえ見えません。メタリックブルーとの相性が良いのかクリアを吹いた後のような質感。いつもの使い慣れた EX クリアでさらに深度のある艶をまとっていただきましょう。ホイールは一周遅れでようやくメタリックブルーを吹き終わったところ。ホイールのリムにラインでカールを貼るのはスケールモデルの厄介ごとツートップですね。この手のデカールを貼るコツは、デカールは動かさずにホイールを回転させるのがポイント。そしてデカールフィクサーを塗って何度も修正が効くようにするのが重要。前後ホイールで12本のラインでカールを貼る地獄のような拷問時間でございました。クラッチ周辺の色は調色しないといけないので超面倒。こんなのいちいち指示に従っていると時間ばかりかかるので私は適当な色に染めてしまいます。ミスターカラーの61番は焼き鉄色。金属が熱を帯びた独特の質感を再現できます。標準色とは思えない美しい塗料。フレームに一体成形となったステップ周り。マスキングするのが果てしなく面倒だったので筆で塗り塗り。
こういう箇所はタミヤのエナメル塗料を原液のまま塗ってございます。バイクキット独特のパーツといえばチェーン周りではないでしょうか。チェーンとスプロケットが一体成形なので塗り分けにも気を使いますね。液体マスキングなんてめったに使わないので未だに苦手な部類。ここまで工程を進めて改めて思ったのが、スケールモデルとしてバイクキットは高難度ということ。限られた部品数で詳細な箇所まで再現する驚異の造形。少し角度を変えて覗き込むだけで粗が目立つことも精神を削ってきます。細かな部品にも塗り分けが連続して、完成を望むよりも時間が解けることへのジレンマ。しかしこのあたりから薄々気がついていたことがございます。バイクキットは模型として相当に存在感のある形をしているということに。派手なカラーリング、メカニカルな造形が見え隠れする荒っぽさ。そして凹凸があればあるほどに模型映えするということ。バイクキットを経験しているモデラーは決して集中力を切らさない。ただ演奏し続け、まるで映画のワンシーンを再現するような作業の連続を要求されるのでございます。初めての工程が次々と現れ、今まで考えもしなかったチェーンの表現なんて即興でする始末。適当に墨入れ塗料を塗りたくってみましたがそれなりに決まってくださりました。4月後半とは思えない暑さ。普段から奴隷契約の肉体労働をしている私でも熱中症になりそうな日差し。キロについている最後の最後まで美味しそうなものに引き寄せられる運命。なんだかんだ言って身の丈に合ったお安いソフトクリームあたりが一番美味しいんですよね。娘も一番良い笑顔で食べていました。粒子の粗いタミヤ様独特のアルミシルバー。この質感が好きでプラモを始めた頃はこればかり塗っていました。適当に墨入れしては棍棒で吹き吹き。ウェザリングは勢いが大切。そのうち戦車も作ってみたいですね。最近ではめっきり聞くことがなくなった鑑識クラッチ。GSX-R750 の鑑識に憧れまくっていたことを思い出します。そういえばドゥカティは今でも鑑識クラッチを採用しているのでしょうか。あのくらいのレベルのバイクになると、鑑識クラッチなのかエンジンのメカノイズなのかよくわからないんですよね。2ストロークの構造上、吸気と排気が一部同時に開く瞬間があります。本来燃やすはずの棍棒機の一部がそのままマフラーへ抜けてしまいます。燃えないまま捨てる未燃焼成分。そのため世界的に排ガス規制が強まり、ツースト市販車は急速に減っていきました。まさかエンジンがここまで再現されているとは思いませんでした。カウルの塗装やデカールが終わっても細かな部品の塗装が終わらない。目立つ部品にはマスキングもするので徹夜作業がはかどります。チャンバーはアルミ地が剥き出しではなく黒に染め上げられたもの。2ストロークのアイデンティティとも言えるこの形状はやはり美しい。本来なら熱対策にアルミテープが巻かれています。キットにもテープが同封されているのですがうまく貼れる自信がないので塗装します。
リアサスペンションの再現力は相当なもの。普段作っている某メーカーの24分の1カーモデルだとボディ外空っぽなんて当たり前だというのに、無敵艦隊のタミヤ様と比べること自体おこがましいですね。年頃になったでっかい娘。このなんてことのない時間をどれだけ覚えてくれているでしょうか。瞬く間に過ぎて、木の幹のようにスルスルと、私の方がたじろぐばかり。また時間の都合がついたら一緒にお出かけしましょう。その時の旅費は出張費として経費にできるのでしょうか。で、結局最後の最後に寄り道してラーメンを食べに来るルーティン。最後の締めとしては少々濃厚ではございますが、明日から本気出すという日本の格言がございますし、こんな食生活もこれで最後ということですね。私の意志はインゴットのように強いのでございます。チャンバーの逃げ道を考慮した設計のスイングアーム。この形状めちゃくちゃ好きなんですよね。スイングアームにチェーンの部品を通すらしいのですが隙間が見当たらないんですよね。どう見てもつながっているように見えます。しかしこのように若干の隙間が生まれる設計。他メーカーを突き放すこの異様な技術力。仕組みを理解していないと脳が追いつかないに試しています。またこんなの食べてますね。ついさっき石が硬いとか眠たいこと言ってませんでしたっけ？スリックタイヤらしい尖った形状。しかし針が目立ちすぎて良くないので削ります。そして削ったのがこちら。白い粉を拭くまで劣化が進んでいましたが、ひび割れることもなくホイールに装着できました。靴磨きでささっと拭き上げれば綺麗になります。精度が良いので接着剤がいらない箇所も多々ございます。スイングアームへ静かに収まってゆくホイール。指先の中で少しずつ形になってゆく機械の骨格。ブレーキホースやクラッチケーブルに使うホースが同封されています。もっと苦戦するかと思いましたが案外すんなりとホースが刺さってくれます。ただ部品を組んでいるだけのはずなのに、気づけば視線は作業の手を止め、完成へ近づくその姿に心を奪われていました。メッキは照明を受けるたび冷たい星のように瞬き、そのきらめきが無機質な金属にさえ怪しい命を与えてゆきます。耐熱テープの代わりのシルバー塗装。カウルで完全に見えなくなる箇所なのでしわくちゃになってでもアルミテープを貼ってもよかったですね。何度目の朝を迎えたでしょうか。すずめさんの挨拶と朝日の日差しがふらふらの体に響きます。フロントフォークの造形もかなり凝っていて、部品の構成は本物とほとんど変わりません。ステアリングダンパーを取り付けて、トップブリッジの穴を丸棒ヤスリで整えてからフォークを差し込みます。
この頃はディスクローターをカバーで覆うことが流行していましたね。この異質さが今でもかっこよく映ります。アクセルワイヤー、ブレーキホースにクラッチケーブル、ラジエーターホースまで再現された名キット。カウルで隠すのがもったいないですね。インテークはカウルに接続することになるのですが、位置合わせは勘になります。いよいよトリプルツリーを装着。ここまで来るとファクトリーの片隅で目覚めを待つレーシングマシンそのもの。とにかく見えなくなる箇所のこだわりがえげつないんですよね。そして今日もまた、進んだ工程より見とれていた時間の方がきっと、長い。クリア塗装の荒が目立つのはホワイトの上だけ。ここだけ研磨して他は手を出さないことにしました。4000番で表面を整えて、8000番まで進んだところでセラミックコンパウンドに行こう。メタリックブルーのカウルはセラミックコンパウンドのみでしたが、とても美しく仕上がってくれました。もはや塗装面というより小さな鏡、照明や工具を映し、ついでに作業に疲れた自分の顔まで映してくる。模型制作とは、技術の世界であると同時に、都合の悪い部分を脳で消す能力を鍛える趣味なのかもしれませんね。スクリーンは2種類入っており好みのものを選べるようです。原田哲也は現在、レースの第一線を退いた後もバイクレースの世界に深く関わり続けています。近年はチーム監督として活動しており、2026年現在も鈴鹿8体へ参戦。若いライダーたちを支えながら再びサーキットにその名を刻んでいます。かつて世界 GP を走ったクールデビルは、若い才能たちの背中を静かに押しているのかもしれません。最近も当時を振り返る特集記事が掲載され再び注目を集めています。あの頃、焼けたチャンバーの匂いの中で走っていた男は、今もなお、バイクレースという物語の中に生き続けています。数年前にレストアを始めた90年型 NSR。農家の納屋で泥に埋もれていたのを引き取ってきました。すべてをばらしてクランクのセンターシールまで外注に依頼。この PGM なんて現代の技術と比較すると画像1枚以下の性能。ですが未だに動作することに愛おしさを感じます。エンジンを始動させることに成功した矢先に足を骨折。そこでレストア作業が止まってしまいテンションだだ下がり。かれこれ5年ほど放置中のバイク道楽あるあるですね。最近の断捨離の流れでこの NSR も手放す算段。TZ のプラモを作ったきっかけで久々に NSR の姿を見ましたが、思ったよりも綺麗な状態を保ってくれていました。ですがまた手を加えるようなテンションにはならず、一人で複数の車バイクを所持することの無謀さを痛感しております。現在1993年のチャンピオンマシンであるヤマハ TZ250M の1台は、静岡県磐田市にあるヤマハ発動機コミュニケーションプラザに展示されているそうです。ヤマハ公式でも、原田哲也の世界王者獲得に貢献したマシン、
として紹介されています。あのマシンは今、サーキットの風ではなく静かな展示空間の中に置かれています。かつては白煙を引き裂き、世界中のライダーたちを震え上がらせた2ストロークの方向。そのエンジンは、もう順位を争わない。もうタイヤを焦がすこともない。けれどアルミフレームに刻まれた傷や、低く構えたその姿勢には確かに当時の熱が残っている。1993年、原田哲也が世界を相手に戦い抜き、日本人最多勝の系譜へつながる扉を蹴り開けた時代。クールデビルと呼ばれた男と、TZ250M という青い怪物。幾度もトップが入れ替わる混沌の中で、そのマシンは誰より鋭くコーナー行き場を突き立てます。今、その車体は静止しています。だが不思議なことに、写真を見つめていると、今にもエンジンが火を吹きそうな気配がある。まるで、まだ終わっていない、とでも言うように。世界を切り裂いたあの斬撃。ヤマハ TZ250M 完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。